バスケは酸素。どうもバンバです。今日の動画は帰ってきた MVP ということで、シカゴ出身の元 MVP デリック・ローズについて語りたいと思います。それとこのチャンネルでは応援してくれてるファンを一人冒頭で紹介することにしているので、今週はForward in his fifth season from Nihonbashi Junior High School, number 23 Seiya Okawa。 今は練習大変だと思うけど頑張ってね。来週も皆さん応募待ってます。本題に入る前にチャンネル登録と通知ボタンのオンを。皆さんよろしくお願いします。It feels great to play back at home. デリック・ローズは2008年の NBA ドラフトでシカゴブルーズから全体1位指名を受けました。ポイントガードが1位指名を受けるのはマジック・ジョンソン、アレン・アイバーソンに続いて当時史上3人目、12年ぶりのことでした。また前のシーズンに惜しくも9位でプレーオフを逃したブルーズでしたが、ドラフトロッタリーで奇跡的に1位指名権を獲得。その確率はたったの 1.7% だったそうです。ガリガリ君の当たり棒よりも難しい確率で1位を引き当てたブルーズ。ローズが地元シカゴ出身ということもあり、本当に運命的な出会いでした。マイケル・ジョーダンが1998年にシカゴを去ってから当時はちょうど10年。待ちわびていたスター候補の誕生に地元シカゴのファンはめちゃめちゃワクワクしていたことかと思います。ローズ自身もシカゴの街を背負ってプレーしているという貫禄があり、ポイントガードながら圧倒的な身体能力とスピードで瞬く間に相手を抜き去り、ビッグマンの上から得点を積み重ねるローズのプレースタイルは1年目から NBA でも成功を収め、そのシーズンに平均 16.8 得点 6.3 アシストでルーキーオブザイヤーに輝きましたが、このシーズンローズがファンの度肝を抜くような大活躍を見せたのはプレーオフ1回戦、前年度 NBA チャンピオンになっていたボストンセルティックスとのゲーム1。ローズはプレーオフのデビュー戦ながら36得点11アシストと大活躍。これはカリーム・アブドゥル・ジャバーが保持していたプレーオフデビュー戦での最多得点記録に並ぶという歴代最高のプレーオフデビュー戦でのパフォーマンスでした。オーバータイムの末に敵地でゲーム1を取ったブルーズとローズはその後も前年度チャンピオンに一歩も引かずに食い下がり、第6戦では決まれば決勝点となっていたレイジョン・ロンドのシュートをローズがブロックしてシリーズは最終第7戦にまでもつれ込みました。第7戦、ブルーズはセルティックスにあと一歩及ばずプレーオフ敗退となりましたが、このシリーズは史上最高のプレーオフ1回戦と呼ばれているほどの激戦でした。そして負けはしたもののベン・ゴードンに続きチームで2番目の得点源になったローズにはこの時からすでにスーパースターの片鱗が見えていました。2年目となる2009-10年のシーズンにはチーム1の得点源であったベン・ゴードンがデトロイト・ピストンズに移籍し、シーズン中には主力のジョン・サーモンズをバックスに放出。いや、すごい顔してんなって思ったのは当時僕だけではなかったようで、 NBA を引退した今でも常にボケてなどのアプリの中では一流選手であり続けています。まあ本当にうまかったんですけどね。主力選手2人の放出によりさらなる責任を背負ったローズは2年目にして平均得点を20得点に乗せ、自身初の NBA オールスターにリザーブメンバーとして選出されました。またその年のプレーオフではレブロン・ジェームズ率いるクリーブランド・キャバリアーズと対戦。ローズは平均 26.8 得点でチームを牽引しましたが、このシリーズとにかく化け物だったレブロンを止めることができず1勝4敗で敗戦。これから幾度となくしのぎを削る2人の初めてのプレーオフでの顔合わせでした。Really guarding Deng, but he's well away from it. Rose crosses over the fadeaway. Let me step back and kiss myself. Oh my gosh, it's over. 2010-11シーズンはローズにとって飛躍の年。ブルズはトム・シボドーを新ヘッドコーチに迎え、リーグトップクラスのディフェンシブチームに生まれ変わりました。さらにはキャプテン・カークの愛称でシカゴのファンに愛され、長年リーダーとしてチームを引っ張ってきたカーク・ハインリックをワシントン・ウィザーズにトレード。チームの新たなリーダーとしての活躍が期待されたローズはリーグに衝撃を残します。ポイントガードでここまで爆発的な選手を本当に見たことがなかったので、当時僕も NBA を見ていて衝撃を受けました。ウエストブルックなど身体能力抜群のポイントガードはもちろんいたけど、ローズはちょっと違うレベルでプレーしているような印象でした。ローズはブルズをリーグトップ
フとなる62勝20敗の成績に導き、自身は平均25得点 4.1 リバウンド 7.7 アシストとリーグナンバーワンのポイントガードに成長。オールスターのスターターにも選出され、22歳と6ヶ月で史上最年少の MVP に選ばれました。プレーオフではカンファレンスファイナルでマイアミヒートと対戦。再びレブロンと顔を合わせますが、ローズのスーパープレーも虚しく、最後はレブロンにブロックされる形で1勝4敗でヒートに敗北。不本意な形ではありましたが、それでもローズはまだ22歳。今回の対戦では負けたけど MVP になりながらもまだまだ成長の余地を残していたローズには、これから5年10年と明るい未来が待っていることは誰の目にも明らかなことでした。翌シーズンは怪我で39試合の出場にとどまりますが、ローズ不在の穴をうまく埋め、チームは好調。ローズ自身も再びオールスターのスターターに選出されると、スタメン発表の際にノリノリで出てきたお祭り男のハワードやレブロンに対して1ミリもノリに乗らないという真面目な性格から踊らない男と話題になりましたが、その頃には NBA で一番ユニフォームが売れる最も人気なプレイヤーになっており、今年こそ優勝するという思いをローズもブルズのチームメイトも、そしてシカゴのファンたちも誰もが抱きながら挑んだプレーオフの舞台で悲劇が起こりました。2012年のプレーオフゲーム1、ローズは前十字靭帯断裂の大怪我を負い、コートに戻ってくることはできず、ブルズの優勝への夢は第8シードのセブンティシクサーズ相手に消し去られてしまいました。ローズは2012-13シーズンを全休し、怪我の回復とリハビリに努めました。ローズが契約するアディダスは、彼が再びコートに戻ってくるまでの過程を描くキャンペーンを実施したり、とにかく誰もがローズの復帰を心待ちにしていました。そして2013-14シーズンについにローズはコートに戻ってきました。怪我前より10センチ以上も高く飛べるようになったとシーズン開幕前に語っていたローズ。怪我前よりも早く強くなって帰ってきたのは、コートを離れた時間に積んできたローズの努力の賜物でした。ローズにとってホーム復帰戦となったシーズン2試合目のニックス戦では、残り6秒で決勝ゴールを沈め、それはローズの完全復活は近いと誰もが期待を膨らませた瞬間でした。しかし開幕から1ヶ月と経たず、ローズは右膝の半月板断裂という大怪我を負い、2013-14シーズンを全休することになってしまいました。ファンのせめてもの心の救いだったのが、今回ローズが負った半月板断裂は大怪我には変わりませんが、前回ローズが負った前十字靭帯断裂の大怪我よりは深刻なものではないということでした。ローズは2014-15シーズンに復帰しますが、再びシーズン終盤に半月板断裂の大怪我を前回と同じ右膝に負ってしまいます。ファンはこの頃にはすでにローズはもう元のプレイヤーには戻らないだろうと諦め始めますが、それでもローズはプレーオフのタイミングに戻ってきてチームを勝利に導くブザービートを決めます。実際この年のプレーオフではローズは前十字靭帯断裂の怪我以降でベストなプレーを見せていましたが、それでも全盛期の自分自身のプレーと比べられてしまいます。その後も呪われてるとしか思えないほどローズは様々な怪我に苛まれますが、時にはプレースタイルを変えながらその度にローズはコートに戻ってきます。ですがいつの時点でもローズは MVP を取った2011年の頃と比べられ、怪我に苛まれながら彼は人々が重ねてくる過去の自分自身の影と戦っているようでした。そしてついに2016年のオフに8年の歳月を共にしたフランチャイズプレイヤーのローズをブルズはニューヨークニックスにトレードすることを決意しました。シカゴに生まれシカゴブルズのために今までボロボロになりながらも戦ってきたローズにとってこのトレードは本当に辛いものでした。ニックスでローズが番号を25に変えたことを人々はシカゴ時代の悪い思い出から解放されるためと勝手に推測しましたが、これはローズが故郷シカゴのシメオンキャリアアカデミー高校でつけていた番号でした。
NBA 入りを果たす前に銃殺されてしまった同じ高校の元スーパースターベン・ウィルソンがつけていた番号をローズが彼の意思を継ぐためにつけていたものでした。だからニックスに移籍して番号を変えたのもシカゴを忘れるどころか故郷を離れてプレーすることになってもシカゴ時代の何かを持っていきたいというローズの気持ちの表れでした。ローズは比較的ニックスで健康なシーズンを過ごしますが、初めてブルーズのホームであるユナイテッドセンターに帰還した時は観客からはブーイングも起こりました。そして彼は再びシーズン終盤に今度は左膝の半月板断裂という大怪我で手術が決まってしまい、これはローズにとって過去5年間で4回目の膝の手術となり、普通の人間であれば歩くことすらままならない状況で、それでもローズは次のシーズンにキャバリアーズで復帰を果たしますが、再びThe lowest point, I would say, the last time in Cleveland, like I wasn't able to run for a month and a half. I didn't know what was going on with my ankle. I thought my career was over. Unfortunately, Derrick Rose is not the Derrick Rose of past. He's at the end of his career. I'm not living in the past, man. Like, it's messed up what happened to him, but it happened to him. He can be a good locker room guy, but listen, I like Derrick Rose, but it's over. キャリアのどん底に直面したローズ。精神的に不安定な日々も続き、チームから離れしばらく距離を取ってしまうようなこともありましたが、そんな彼を救ったのが自分の息子たちという存在でした。I have my son, I have my daughter now, and I never want them to look back and see that I gave up. そして今までのローズの苦労が全て実を結んだ瞬間が新天地ウルブズでのキャリアハイ50得点でした。Everybody just streams out on the floor to greet him, showing the respect. And they all know what this means to him. They know what he's lost and now what he's trying to find. What a great moment for Derrick Rose. What does it mean to you, Derrick? Man, everything, man. I work my ass off, bro. Everybody go through adversity in their life. It's all about how you take on that adversity. And I feel like I'm mentally tough, and I know that I work on my craft. How the you gonna tell me what my career is gonna be when you can't tell me if it's gonna snow or rain tomorrow? キャリアを通して誰よりも多くの逆境に直面してきたローズは、過去の自分でも越えることができなかった壁をその当時30歳にして越えたのでした。現在はデトロイト・ピストンズのエースとして、そしてリーダーとして大活躍しているローズですが、怪我前でも達成することができなかった14試合連続での20得点以上を記録するなどをはじめ、数々の勝負強いパフォーマンスなど、ローズが短いプレータイムでこの成績を残していることを考えれば MVP を取ったシーズンに匹敵するぐらいの活躍をしており、インパクトを与えている人の数も年齢に合わせて適応していくプレーの質も、ちょうどスラムダンクの安西先生が三井久志に伝えたように、今の君はもう十分あの頃を超えているよと、いつかローズに伝えたいものです。はい、ってことで今日の動画いかがだったでしょうか。ローズを語ってる動画はね、怪我しなければあの時はとかそういう動画ばっかなんですよ。気持ちはわかるんだけどね。でもそれを乗り越えた今のローズを見ようよって正直僕思っちゃいますね、本当に。ローズの怪我と一緒に NBA 離れちゃった人も結構多いと思うんですけど、もしねそういう人がこの動画見てたら、今のローズもぜひ見てあげてください。ぜひね皆さんローズ大好きな人多いと思うので、コメント欄にたくさん感想など残していただけたら嬉しいです。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録は左下をポチッと、そしてインスタとツイッターもやってるので、もしよければ概要欄からフォローしてください。でもローズのこと話すとテンション上がりますね。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイキーン。